ようこそ。私はこの船の船長の小池です。この船は宇宙の大海原を進む、すべての願いを叶える宇宙船です。そして皆さんはこの船に乗り込んだクルーです。乗客ではありません。自分の人生を自ら舵取りしていくクルーなのです。私はこの宇宙船の中で358と書かれた一冊の本を見つけました。その本にはこう書かれています。船長のミッションはクルーたちと共に宇宙ナンバーと呼ばれる358の本来の意味を探し出し、魂に輝きを取り戻させ、本人が望む理想の地球へ降り立たせること。以下、宇宙が地球に授けた数字358の謎を解き明かすヒントを書き記す。358は数字であって数字ではない。地球上ではその存在に気づいた人間たちが幸運の数字、縁起がいい数字だとして活用し始めたが、その本質はまだ全ては明らかにされていない。宇宙船を操る者は358を活用してクルーたちの地球での課題に取り組みながら、この数字が持つ力の源を探ること。358の活用方法のヒントは以下の通りだ。3、行く手を照らす3つの光の玉。5、地球ならではを味わう5つのフィールド。8、人生を切り開く8つの言霊。実は僕はこの358という数字の意味を知っています。皆さんにはこの宇宙船に乗って宇宙の仕組みについて、そして心と魂の関係について知っていただき、この358の宇宙ナンバーを使って、人々が本来の魂の力を取り戻し、新しい理想の地球に降りていってもらいたいと思います。まずは宇宙の仕組みを知るところから。さあ、始めましょうか。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は宇宙はイエスしか言わないという本をご紹介したいと思います。冒頭から、どういうことだって思いましたよね。皆さんが幸せだと言えば幸せが目の前に現れ、皆さんが不幸せだと言えば不幸せが目の前に現れる。そこに善悪の判断も情状酌量もなくて、ただただかしこまりましたと増幅する場所。それが宇宙だと言うんです。そんな宇宙の仕組みを体感する宇宙船に乗船し、クルーとして宇宙ナンバー358の意味を解き明かしていくことになります。なんだか面白そうじゃないですか？著者は心理セラピストの小池博さん。もともとはアパレル経営をされていた彼は、抱えてしまった2000万円の借金に苦悩の日々を過ごしていたのですが、自身の心の問題に向き合うことで人生が大きく好転していきます。その経験を伝え、多くの方の役に立ちたいと心理セラピストになられたそうなんです。2016年に出版されたこちらの借金2000万円を抱えた僕にド S の宇宙さんが教えてくれた超うまい口癖という本は非常に話題になりましたよね。冒頭でも感じていただけた通り、本書は物語形式で進んでいきますので、一歩も二歩もぐいぐいっと内容に引き込まれてしまうんですよね。そんな本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。クルーの皆さん、数ある宇宙船の中からこの船を選んでくださって本当にありがとうございます。ここはすべての願いが叶う宇宙船です。様々な形で皆さんが必要な船に乗り込めるように用意された扉から皆さんが選んで乗船する、まさに夢を叶えるための宇宙船です。地球上でうまくいかない出来事を解決していき、自分の人生を理想通りに生きる覚悟ができた人から、自分の理想の地球へと下船していくことになるでしょう。
ここにある3つの言葉は、この船にいる間、心に留め、実践していただくものです。心の誤作動をリセットする。すべては魂の望みと知る。現実は存在しないと気づく。これらの言葉は暗闇からあなたを導き出す光り輝く3つの玉のようなエネルギーと思ってください。この3つのエネルギーによって宇宙に対して放出する思いや言葉をポジティブに保つことができるようになります。一つ一つ解説していきますね。行く手を照らす3つの光、その1。心の誤作動をリセットする。僕たち人間は地球では肉体を持った物体ですが、宇宙にいるときは魂という存在です。全知全能なる神そのものである僕たちは、宇宙ではどんな望みでも瞬時に叶えることができるし、不可能などありません。ふわふわと宇宙空間を漂いながら、100% 満たされているキラキラと輝く存在。それが本来の魂の姿です。宇宙空間で愛とワクワクだけを堪能している魂にはある役割があります。それは宇宙を漂う情報をキャッチして宇宙に伝え、宇宙をさらに進化させるというもの。だからこそ魂は冒険をしたがります。これまでに宇宙になかった場所を生み出して、その場に出向いて体験し、宇宙をさらに拡大させていくための情報を持ち帰ろうとするからです。こうして生み出された体験の場の一つが地球です。魂からしてみれば、地球は格好の冒険の場所。宇宙空間での願えば叶うを一旦取り上げて、わざわざ一から行動し、経験して叶えるという手間を体験したかったわけです。そして宇宙は地球を体験したい魂たちに肉体を与え、思考を与え、心を与えて送り出しました。様々なテーマを抱え地球にやってきた魂は、望み通り願ってもすぐに叶わない状況からスタートします。苦悩し、迷いながら一つずつ行動するというプロセスを楽しんでいると言えます。本来、目の前の現実はすべて僕たち一人一人のために用意されたドラマティックなシナリオです。僕ら自身がこんな体験をしたいと選んできたわけですから、今皆さんが直面している現実は願った通りの最高の舞台というわけです。この地球上でのすべてのことが完璧に整えられたエンターテインメントだから、誰に遠慮することも怖がることもなく、大逆転、ハッピーエンドに向かって突き進めばいいのですが、そこで宇宙が思いもよらなかった誤算が起こりました。心の誤作動です。地球に降り立つとき、魂は皆、肉体という入れ物に入ります。この入れ物は手荒く扱うと壊れてしまいます。冒険好きな魂があまりに無茶をして肉体を失って宇宙に強制送還されてしまうことがないよう、生存本能という装置を作りました。これが心という存在です。心は魂という存在よりも繊細に命を感じるように設計されました。命は愛によって育まれますから、豊かさや安心を感じ取ってほっとする機能も授けられていますが、とりわけ恐怖や寂しさに敏感です。なぜなら人間は赤ん坊として何もできない状態で生まれてくるので、肉体という器を失わないために命の危険に敏感になり、恐れ、命を守ることを最優先する必要があったからです。ところが文明が高度になるにつれて人間は複雑な社会システムを生み出していきました。その中で生き残ることに敏感な心は、生まれ落ちた家族の環境、育った状況によってどうすれば生き延びられるかを学び取り、人生の価値観として取り入れるようになりました。親の顔色を感じ取り、困らせないよう、怒られないよう、捨てられないようにすることこそが、心にとって生き延びる道となっていきました。一人で生きられない子供の頃はそれでもいいのですが、自分で生きる場所を選べるようになってからも、生まれ落ちた環境での命の守り方を続け、繰り返そうとする。これが厄介なのです。
例えば、父親が暴力を振るう家庭があったとします。子供は父親を観察し、何をすれば、あるいは何をしなければ暴力を振るわれないかを考え、行動するようになります。それが生き延びる知恵なのです。しかし、その心のシステムを使いながら大人になると、心はそのやり方のまま同じような環境をできるだけ再現し、自分を生かそうとするようになります。結果、望んでいないはずなのに、暴力を振るうパートナーと付き合ったり、パワハラを受ける環境を選んでいたりします。これでは、心のバリアに阻まれて、魂は冒険ができなくなります。だからこそ、この心の誤作動を一旦リセットすること、記憶を調整し、幼い頃の自分が決めた命の守り方が今は必要ないということを心に教えてあげなくてはなりません。行く手を照らす三つの光、その2、すべては魂の望みと知る。さて、次は自分がこうしたい、ああしたいということは魂の望み、さらに宇宙の望みだと知ることです。僕も皆さんもそれぞれの魂は宇宙の一部で宇宙そのもの。だから僕らが体験したい、やってみたいと純粋に願うことは宇宙が願っていることでもあるわけです。肉体を持たない宇宙が今肉体を持って地球に存在する僕たちを使って得たいことや知りたいこと、見たいこと、それらすべてを体験し、宇宙をさらに愛と光で広げていくための情報を集めようとしています。そう、人の願いは宇宙そのものの願い。だから僕たちが宇宙に質問を投げかけたら必ずヒントはやってきますし、願いを叶えるための助っ人を呼べば現れます。宇宙の望みなのですから、ヒントを得ることは本当は簡単なのです。宇宙に願いをオーダーすることは、この体験をこれからしますという宣言です。宇宙はイエス、かしこまりと軽快にそのための準備をし、思うままの体験をさせてくれます。そして思った以上にドラマティックな展開もたくさん用意してくれるのです。行動というプロセスを楽しむと決めて地球にやってきた魂ですから、たどり着いた感動や自分の行動によって得た真の幸福が得られた時の感動は格別なもの。やった!テレポーテーションやどこでもドアを使わずに一歩ずつ歩いてここまでたどり着いたぞと自分を誇りに思っているわけです。こうした成功体験を繰り返しているうちに、魂は徐々に自分がもともと神であって宇宙そのものだったことを思い出していきます。あ、そういえばすぐ叶うんだった。もっとあれもこれも体験したいから人生短いし加速させたいと思い始めるのです。魂はもともととことんピュアで冒険心に満ちたものですから、成功体験を積み重ねることで心の中に生まれる恐怖心と折り合いをつけて、あ、これはやっても死なない。命は無事だからもっと失敗しようと思えるようになっていきます。無邪気にもっと楽しく、でも安全に、願いがどんどん叶っていく。これが本来の地球を遊ぶ魂の姿なのです。でも、心の恐怖を感知するレーダーが強くなりすぎた人は、冒険の扉が開いたのに外に出ることができません。物事を否定的に捉えて、魂の望みをなかったことにして蓋をしてしまいます。だから地球を楽しみたい、本来の自分を思い出して幸せになりたいと思ってこの船に乗ったのであれば、魂の望み、あなたが生まれてくるときに抱いてきたこれをしたい、あれをしたいを思い出さなくてはなりません。そのための近道はジャッジをやめることです。まず、意識してネガティブな情報から離れること。周囲から聞こえてくるネガティブな言葉から距離を置くのはもちろん、テレビやネットから伝わる自分の人生に直接関係のない地球の裏側の悲しい出来事や殺人事件などに触れ、まるで自分のことのように悲しみにひれ伏したり、怒りに苛まれたりしないことです。恐怖を捉えるレーダーの感度が高くなっているということは、当然
喜びや楽しさを感知する能力が落ちている状態と言えます。そんな中でネガティブな情報を盛り込めば、心が今動くと危険だよと体を動けなくしてしまいます。それがうつ状態です。そうすると行動を楽しんでいる魂も活力を失います。体を動けなくするのは心の防衛反応ですが、魂にとってそれは地球に来た理由そのものを失うことです。ジャッジをやめるには、あらゆるネガティブから離れることともう一つ有効な練習があります。それがすべてにイエスということ、つまりノーを言わないということです。人生がうまくいっていない人というのは常に否定、批判の目で物事を見ています。これは人生にノーと言い続けているのと同じことです。言葉は言霊です。物事や人に対して言っているイエスやノーはただのイエスノーではありません。小さなイエスもそれが宇宙にこだまし、自分の人生へのイエスとなり、小さなノーが宇宙にこだまし、自分の人生へのノーとなります。人生の中でどれだけイエスと言えているかが、そのまま宇宙へのオーダーとなっているとも言えます。日々のイエスは、私の人生はイエスですという宣言であり、人生の全面肯定を宇宙が全面バックアップすることになるというわけです。僕は常々、日々起きる出来事で自分には理解できないことや、自分の物差しではいいと思えないことにも、そういうこともあるかもね、と居場所を作るようお伝えしています。はっきりイエスということに抵抗があったとしても、まあそういう考えもあるね。なるほど、そういう見方もできるのか、と思うことができれば、それはエネルギー的にはイエスだからです。だから自分の人生にイエスと言い続けましょう。そうすれば、この地球上で過ごす自分の魂と人生が祝福と信頼のエネルギーで満たされて、地球は幸福の星でしかなくなっていきます。行く手を照らす三つの光、その3。現実は存在しないと気づく。心の誤作動に気づき、すべては魂の望みであると思い出したら、その望みを宇宙にオーダーするときです。声高らかに、今から自分が地球で体験することを過去形で宇宙に宣言してください。望みは想像することで想像されていきます。宇宙には時間軸はありません。さらに現実も存在しません。現実とは魂が思い描いた世界を目の前に映し出したもの。そしてリアルに想像できることは、この宇宙に存在する未来の記憶を思い出しているのと同じこと。僕たちのいる地球は想像すればするほど、行動すればするほど、すべてが叶う物語なのです。僕たちが思い描いた数だけ、そして選択した数だけ、魂の学びや経験が生まれています。僕たちの魂は一つの選択ごとに分化しながら、それらすべてを体験し、やがて宇宙へ帰るその時に一つの魂に戻り、無限の体験を互いに共有し、ああ、たくさん体験して楽しかったね、と言いながら宇宙へ帰っていくのです。どの体験も魂にとっては抱きしめたくなるような愛おしい体験なわけです。魂の基本設定は、すべてがうまくいっていて、毎日がとてつもなく楽しい以外にありません。つまり何をしていても、どんな状況でも嬉しい、楽しいです。だからどんな体験も優劣なく貴重なのですが、この宇宙船に乗船された皆さんはきっと人生恨みしかありませんでしたという経験より、幸せで幸せで楽しすぎる日々でしたと言って宇宙に帰ることを望んだ魂のはず。まずやるべきことは、理想の地球へジャンプすることを決め、覚悟することです。たどり着いた新しい地球で宇宙を最大限に味方につけて、オーダーを叶えまくる人生を送る。決めることから始まります。もう一度言います。宇宙には時間の概念がありません。そして我々が思っている現実はいかようにも作り変えられるものです。
想像したものが全て形になっていく世界ですから、過去が不幸だから未来も不幸なんてことはありません。未来は今この瞬間、自在に選べます。さらに意味付けや湧いてくる感情という意味では過去すら変えられます。思い描いたものは全て現実として現れます。ですから今決めてください。この宇宙船から必ず理想の地球に降り立つことを。宇宙ナンバー358の謎を解明していく長い船旅の序章をお伝えしたのですが、いかがでしたか？プロローグから序章までの雰囲気をお伝えしようと、内容はかなり端折ってしまったのですが、実際はたっぷりのボリュームと細かな表現で、読み手をとっても楽しませてくれています。やっぱり何らかの設定がある作りとか、物語形式になっているものとかって、読んでいて楽しいんですよね。内容がスイスイ入ってくる感じです。ちょっと面白いのが、本動画でご覧いただいた序章では、いわゆる宇宙の仕組みを概念的に説明されているのですが、この先の船旅で出てくる5つのテーマ、お金、パートナーシップ、仕事、人間関係、自己実現については、序章で学んだ宇宙の仕組みをベースに、ぐっと具体的で身につく内容が語られているんです。なんだかアイテムを手に入れて先に進んでいくロールプレイングゲームをやっているような感覚です。そして8つの言霊を集め終えた後、皆さんにどのような変化が起きるのでしょうか。なんだか続きが気になりますよね。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。